皆さんこんにちは。週末モッドラボです。このチャンネルでは DIY やものづくりを中心に思いついたアイデアを形にしていきます。前回の動画の最後に空き家修繕の話をしたと思うんですが、まだ皆さんにはお見せできません。ごめんなさい。ただですね、近々その物件の耐震診断に同行する予定がありますので、その際にですね、お見せできればと思っています。耐震診断では屋根裏に潜ったりっていうようなことが起きるようなので、前回作成したヘルメットにアクションカメラを搭載、そしてライトも装着、週末モッドラボ専用のヘルメット M2 プロトタイプを作っていきたいと思います。今回のミッションは前回作った週末モッドラボ専用ヘルメットを空き家インスペクション用の実践装備へアップグレードすることです。名前は W01 M2 プロトタイプ。ただカメラを載せるだけなら簡単そうに見えるんですけど、これがめちゃめちゃ難しかったです。まずはパーツ探し。 AI が提示してくる商品が Amazon に普通に売っていない。結果 Amazon、モノタロウ、ヨドバシ .com、ビッグカメラ .com、 Yahoo ショッピングを渡り歩きながら必要なパーツを集めていきました。次に AI の説明を現実の工作に落とし込む作業。 AI は理屈や構造は説明してくれるんですが、アルミ板をどのサイズで切るのか、どこに穴を開けるのか、どうやってヘルメットに固定するのか、この辺り読み解くのにかなり時間かかりました。そして人生初のアルミ板加工。 2mm 厚のアルミ板を切断し、角を落としてヤスリで整えてヘルメットに合うように黒く塗装していきます。その後位置を調整しながらオフセットアーム、ラムマウント、ヘルメットを結合。ここではゴムシートと巨大ワッシャーがかなり重要になってきます。最後にオスモアクション4とペンライトを装着。撮影用のカメラユニットと暗所確認用のライトユニットを組み合わせて W01 M2 プロトタイプを完成させます。 AI の設計を人間の現物合わせて実装する。それでは W01 M2 プロトタイプ制作開始です。はい、ということでパーツです。大変でしたよ。今回の工作、簡単に言うとヘルメットにカメラとライトをつけるだけなんですけどね、使用したパーツ14パーツですから、探すのも一苦労ということで一覧にまとめました。興味がある方は概要欄チェックしてください。総額51,969円。アクションカメラ本体とペンライトも含まれているので、工作という意味であればだいたい1万円ぐらいかかったっていうイメージですね。この1万円いるのかいらないのか。いるんです。今回さらなるヘルメットのカスタムにあたって問題が一つございまして、何かと申しますと、ヘルメットにバイザーがついているんですが、カメラマウントはできる限り前面に出した方が実際の目線とあって映える。だけどバイザーが邪魔になるんで、そのためにアルミ板でオフセットアームを作り、そこにラムマウントを固定するという作業が必要になりました。理屈としては確かにわかるんですけど、これ実際やろうと思うとどのサイズでアルミ板を切ればいいのかわかんないですし、どこに穴開ければいいのか、全くわからないんで、試行錯誤の連続でした。皆さん突然ですが、アルミ板って加工したことありますか？もちろん私は初めてです。加工する注意点としては、クランプでしっかり固定して少しずつまっすぐ切っていきます。で、切り出した後は角の処理をしていきます。今回サイズは 120mm×60mm で切断しました。切断の前に油性マジックで線を描き、マスキングテープを貼っておくと良いと思います。あともう一点注意点なんですけど、結構削りカスが飛ぶんで、これ目に入ると大変なことになりますから、ゴーグルは必須でした方がいいと思います。続いてアルミ板の塗装に入っていきたいところなんですが、このヘルメットの構造上のもう一つの問題、見ていただいている通り、衝撃を吸収する理由でベルトが巻かれてるとは思うんですが、このせいで装着するとめちゃくちゃ浮いた感じがしてかっこ悪いんです。なのでこれを機にこちらのベルトは撤去いたします。で、この作業に関しては安全性に関わる変更になりますので、自己責任でお願いいたします。
続いて塗装済みのオフセットアームにボルトを通す穴を開けていきます。ちょうどラムマウントをクランプして電動ドリルで穴を両端に開けました。続いてこれ何をやってるかというと、穴を開けた時にバリ削った時のギザギザですねが出てきちゃったので、ヤスリをかけて綺麗に整えています。こういう作業めっちゃ大事。続きまして造作したオフセットアームの位置を決めていきます。結構慎重に決めました。重要なんで。位置が決まったらヘルメットとアルミ板の間にゴムシートを挟みます。このゴムシートは滑り止め、傷防止、あとは振動吸収のためです。ヘルメットの樹脂はあんまり厚くないんで、ナットだけで締め込むと一点に力が集中して破損してしまうので、大きめのワッシャーを使って固定部の荷重を広く分散させます。これが結構重要ですね。そしたらヘルメットに穴を開けていきます。でこの穴を開ける作業も安全性に関わる作業になりますので、自己責任でお願いいたします。ここまで来たらあとは簡単ですね。ボルトを締めパーツを組み立てていくだけです。続いてライトユニットの取り付けに入りますが、またここで一つ問題が発生しました。普通に動画を撮るつもりがタイムラプスで、撮ってたようで動画が残っておりません。ということでこのパートは作業中の写真を使って紹介していきます。あとせっかくなので今回購入したペンライトの紹介もしたいと思います。今回使うペンライトはレッドレンザーの P4R コアです。レッドレンザーはドイツのライトメーカーで、この P4R コアは小型の充電式ペンライトです。ドイツ製というだけでなんとなく信頼感ありますよね。最大200ルーメンで本体は細くて軽いんですが、持った感じはかなり堅牢な感じがしていい感じです。先端をスライドさせることで光を広く照らしたり、細く絞って遠くを照らしたりできます。空き家インスペクションでは屋根裏、床下、押し入れ、配管周りなど暗いところを確認する場面が多いはずなので、このフォーカス機能はかなり使えそうです。しかも充電式なので毎回電池を買わなくていいっていうところもメリットです。一方で少し残念なポイントですが、充電端子は USB Type-C ではなくマイクロ USB、 しかも本体にケーブルを直接挿すのではなく、中の充電池を一度取り出してその充電池にケーブルを挿して充電するタイプです。正直ここはちょっと面倒ですね。とはいえ今回のヘルメットのライトユニットとしてはサイズ感、明るさ、堅牢性、フォーカス調整、価格、この辺りのバランスは非常に良い商品だと思いました。固定にはレッドレンザーのランプアダプタータイプ A と小型のミニボールヘッドを使っています。ただしこの組み合わせはおすすめしません。 AI の指示通りにパーツを購入したんですが、ここは組み合わせを間違えていました。正しくは P4R コアにランプアダプタータイプ A をつけて、レッドレンザーブラケットタイプ E に接続する構成が正しかったようです。今回は手元のパーツで無理やり結合していますが、これはあくまでもプロトタイプ仕様。いつか正式版でこのライトマウント周りは綺麗に修正したいと思います。そしてもう一つ、今回かなり重要なのが落下防止ワイヤーです。ラムマウントもライトマウントもかなりしっかり固定できています。ただし空き家物件の現場では何が起こるか分かりません。梁にぶつけたり、柱に引っ掛けたり、しゃがんだ時にどこかに当たったり、振動で少しずつネジが緩んだり、こういう可能性は上げたらキリがありません。特にオスモアクション4は本体価格も高価なので、万が一マウントから外れても地面に落ちないようにしておきたい。私は石橋を鉄橋にしてから渡る男。安全対策はしすぎて困ることはありません。そこで今回はステンレスワイヤーとスリープを使って簡単な落下防止ワイヤーを作っていきます。これ実際やってみると工作難度はかなり低いと感じました。ワイヤー切ってスリーブ通して輪っかを作ってかしめるだけ。よく物を落とす私としては、今回の購入品の中でもこのワイヤーはかなり気に入りました。これは他に何本も作っておこうと思います。この工作で1点だけ注意点を挙げるとすれば、グローブ必須です。
ステンレスワイヤーは細い金属線の束なので、切った後先端がばらけると普通に指に刺さります。なぜこの注意点を説明しているかというと、当然私は素手で工作したからです。結構痛かったです。工作自体は簡単ですが、ワイヤーの端の処理だけはかなり注意した方がいいです。ここまででカメラユニット、ライトユニット、そして落下防止ワイヤーまで取り付けました。ただ見た目だけで完成しても意味はありません。暗所で使えるのか、カメラの画角は問題ないのか、ライトは進行方向を照らしているのか、潜入して確認します。これですね、動画撮ってる時はすごいなりきってなんかかっこいいって思ってたんですけど、実際動画で見てみるとちょっとかっこ悪いですね。ともあれ結果オーライ。ライトも画角も問題ありませんでした。ということで暗所テストは成功。もちろんまだプロトタイプなので、ライトマウント周りや配線処理など改善すべき部分は残っています。それでもカメラで記録し、ライトで照らし、落下防止ワイヤーで保険をかける W01M2 プロトタイプは空き家インスペクションの実践装備としてかなり形になってきました。それでは最後に完成した W01M2 プロトタイプを見ていきます。今回のミッションは前回作った W01 ヘルメットを空き家インスペクション用の撮影装備へアップグレードすることでした。結果としてかなり武骨で、かなり大げさで、かなり週末モッドラボらしい装備になったと思います。AI に相談しながら作ったものの、途中でパーツの組み合わせを間違えたり、説明を読み解くのに苦戦したり、アルミ板を人生で初めて加工したり、今回もかなり手探りでしたがいい経験ができたと思います。普通の作業ヘルメットがカメラとライトを備えた実践装備に変わっていく過程はかなり楽しかったです。そして何より安全対策はしすぎて困ることはありません。石橋を鉄橋にしてから渡る、それぐらいの気持ちでこれからの空き家修繕に備えていきたいと思います。早く皆さんに物件をお見せしたいところなんですが、そこはもう少しだけお待ちください。次回の動画では今回のヘルメット以外に準備した安全装備や撮影装備を紹介する予定です。そしてその次のタイミングでいよいよ皆さんに物件をお見せできると思います。今回のヘルメットが実際の現場でどこまで使えるのか、そこも含めてぜひ楽しみにしていてください。それではまた次の動画で。